2003年から1年間韓国留学しとったんですよ。で韓国の労働運動と、一緒になるためにね、言葉もわからなかったんですけど学校通いながら昼から労働運動しながらと、そういうことは警察は全部言うてましたよね。何しに行っとったんやとかね、気になるんでしょうね、国際的なつながりができるの。2004年に東京でね、日韓 FTA 反対の取り組みしててね、もうこれもいきなり抑え込まれて公務執行妨害ですよ。韓国の労働者たちがね退去してくると、その反対闘争にね、で外務省前でねやってたんですけど、それで受け入れる団体がないから助けてくれて連絡来て、集会終わったんですよ。また明日やろうということで流れ解散してて、旗とかもね全部畳んでね、でこっちもマイクロバスところまで行こうと。で歩いてるところをねドワーッと来られてね、何もしてないですよこっちがこかされて横断歩道を渡って帰るところをね、一応責任者してたんでその時、向こうからしたら目立っとったんでしょうね。なんでこんな、ほんで機動隊に8人がかりぐらいで倒されてでそのまま持っていかれたというのがありますよね。今大阪府警相手に民事裁判してましてね、国賠を。でそれの尋問なんですよ、証人尋問ね。私がなっとったんですよ。日にちが決まったんですよ。前日ですよ、逮捕された。こっちも準備万全でやっとったわけです。その1日前にね、結果起訴もされない釈放ですわ。だから20何日間目いっぱい引っ張ってで釈放ですわ。出廷させないようにね。僕が一番思うのは連合さん含めて、やっぱり政府と春闘したらあかんやろと。やっぱり大企業が多いんやろけど、やっぱりストライキ含めてね勝ち取るもんやのに総理大臣に賃上げしてもらう、もうその時点でもう運動がもう衰退してる。連合さん大手がそれで上げてくれるのはいいんですよ。でも大手だけなんですよ。中小零細企業まで波及しないんでね、全部踏み台にされてますから、やっぱりそういうところをもうちょっと大手のね労働組合さんが理解して動いてほしいなっていう思いはありますけどね。